どうも、あつしです。今回は後ろ今朝固めの逃げ方について解説をします。それでは早速始めます。こんな感じの押さえ込み方が後ろ今朝固め。今朝固めと反対方向に向いて相手の腕を脇で抱えながら押さえ込むっていうのが後ろ今朝固め。で、ここからの逃げ方として、1つ目は足を絡める方法で、後ろ今朝固めの状態から相手の足を上から絡めるっていう方法。この足だけでこうやって絡めてしまうと足すぐ取れてしまうので、ちょっと後ろブリッジをして自分の腰を相手の太ももの上ぐらいに乗せるようにしてこう足を絡めると。足絡みやすいかと思いますので、一度ブリッジをしながら自分の腰を上げて足を絡めると。この状態からブリッジして相手の足の上に自分の腰を乗せるような感じで足を絡めるという方法が一つ。では二つ目の返し方。二つ目は腕を抜いてうつ伏せになる方法で、この手首を決められているこの腕を抜いて、それからうつ伏せになるという方法で、この腕の抜き方がこのままぐっとこう引いても相手がついてきてなかなか腕を抜くことが難しいので、空いてる反対の手で相手の手を押さえつける。ここで押さえつけながら抜くと。抜く時には自分の脇を締めるようにしてぐっと抜くと。で、そこからあとはうつ伏せになると。うつ伏せになるのは今は相手の方向に向いてうつ伏せになりましたけども、相手がいて邪魔だったら反対方向にうつ伏せになってもこれはどちらでも問題ない。この決められている腕を抜くというところがしっかりできると、あとは逃げやすくなるかと思います。この腕を抜くっていうのをしっかりとやってみてください。で、もう一個が3つ目は後ろ襟を握ってうつ伏せになる方法。ここで相手の後ろ襟を握って相手をこう後ろ側に引きながら相手に覆いかぶさるようにしてうつ伏せになると。で、この時に相手の足があるので真横の方向にやると当然相手の足が邪魔でそちら側に相手を倒すことが難しいので、このちょうど相手の足と自分の体の方向、この斜めの方向に相手をぐっと引いてあげると、なかなかそちらの方向には力が入りづらいので、そこに引きながら肩ブリッジをしてうつ伏せになるっていう方法が、相手の後ろ襟を握って、で相手と自分のこの斜め方向に後ろ襟を引っ張りながらブリッジをしてうつ伏せになるという方法が3つ目。後ろ今朝固めからの逃げる方法を3つ紹介しました。足を絡める方法と手を抜いてうつ伏せになる、で後ろ襟を引っ張りながらうつ伏せになるという3つの方法ですので、これら3つなかなか1個だけを一生懸命やると難しいかもしれないので、今の3つを連続させながらというか、足を絡めに行くようにしてこう後ろ襟に引っ張るとか、手を抜くようにして足を絡めに行くとか、こう一つのことに集中させて別の逃げ方っていうのをやっていただけると逃げやすくなるかと思います。この3つの方法を組み合わせて逃げ方っていうのを練習してみましょう。今回は後ろ今朝固めの逃げ方について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。足を上から抱えてこう絡める、上から絡めるっていう方法。こっち側の方がいい。抜いて、でそれから足があるので真横の方向にやると。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。
チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。